じゃあその新試験でどういうふうに大きく変わったのかというのは、大きく、ざっくり言ってですね、2つ大きな方向があるのかなというふうに考えます。はい。はい、皆さんこんにちは。ナビゲーターの伊藤田です。皆さん緊急事態宣言また出ちゃいましたよね。ただね、家でこもってるってことは勉強できるってことですから、PMP 目指されている方はぜひ頑張ってください。PMP に関するですね、新試験に関する動画を皆さんご覧いただいててですね、本当嬉しいんですよね。で PMP の話題はですね、YouTube ではかなりマニアックな話題ですよね。というかニッチなコンテンツなので、こんなに再生されるっていうのはね、本当に正直感謝でございます。ありがとうございます。今日はですね、その感謝の気持ちを込めてですね、すごい方をゲストに呼んでいます。与田さんでございます。お願いします。与田さんはですね、なんと数々の PMP 合格者を輩出した、講師というか、模擬試験の開発者というか、いずれにしても PMP の合格者を多く生み出してきた、いろいろな教材を開発してきたすごい方なんですよね。今日はですね、PMP 新試験の傾向と対策や、2021年から新試験どう勉強すればいいのかとかですね、こういったことをですね、聞いていこうっていうふうに思ってます。ぜひ最後までご覧ください。あとですね、動画のコメント欄に知りたいこと、皆さんの知りたいことを入れていただければ、その中からピックアップしてですね、今後動画を作っていこうと思いますので、ぜひご活用ください。では、与田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何個かね、事前に質問項目をまとめてきてるんですよね。ちょっと読み上げたいと思いますけど、じゃあ与田さんね、はい。2021年1月から新試験問題について、分析して別動画でね、アップさせていただいたんですが、出題ドメインが変わっても、結局は第6版の内容で、出題配分が 50% がアジャイル、もしくはハイブリッド。で 50% がウォーターフォールになるだけで、そんなにですね、大きな変更はないと考えているんですけども、与田さんはどう思いますかね？そうですね。アジャイルの出題比率は当然増えると思うんですけど、ただ基本的にはですね、これは予想されたことなんで、大きな変更はないのかなというふうに思ってます。でもやっぱりですね、PMP の受験者、これをご覧いただいている受験者の方は、出題配分が 50% アジャイル、もしくはハイブリッド。で、50% がウォーターフォールの部分が気になりますよね、多分ね、皆さんね。なんでかというと、第6版にアジャイルってそこまで詳しく書いていないんですよね。で、与田さん的にはこのアジャイルの学習ってどんな教材でどのように勉強するのがおすすめとかありますかね？すでに昨年ですね、新しい ECO というそのエグザミネーションコンテンツアウトラインというのがリリースされておりますね。これは一種の試験要項ですから、アジャイルであろうが、レガシーであろうが、この ECO を一度チェックするというのは非常におすすめだなというふうに思っています。ありがとうございます。この動画チャンネルでもですね、ECO について、去年の8月ぐらいかな、ご紹介したと思いますけれども、もう一回ですね、URL を動画の概要欄に貼っておきますので、まだ見てない方はぜひ見てください。旧 ECO っていうのはレガシーが中心でした。で、レガシーは皆さんご存知の通り、ライフサイクルを1回通すっていうものなんですね。つまり、開始から終了まで1回通して、しかもどちらかというと計画に振ってる内容だったわけです。で、アウトプットは一番最後に、ライフサイクルの一番最後に出てくるというようなフレームワークなんですね。で、今回例えばスクラムですとか、あるいはリーンですとか、いろんな方法論が入ってきますんで、そうすると去年までの ECO だとちょっと窮屈だなというところは正直申し上げてあったわけですよね。ちなみにレガシーっていうのはウォーターフォール型っていうことでいいですか？そうですね。ウォーターフォール型、または予測型とかね、いろんな言い方ありますけれど、これに対して新しい ECO っていうのは、もっとスコープが広がっていたりとかですね、自由度が増しているという、そういう理解ですね、私の方は。で、ECO 全体の変更については、簡単な図を用意いたしましたので、ちょっとこちらを見ていただきたいかなというふうに思います。この ECO なんですが、大きく人、それからプロセス、ビジネス環境と3つ大きなドメインがありましてですね、まず人は、ハイパフォーマンスなチームを作るっていうテーマが一つと、あとはチームでプロジェクトを順調に進めると
いうこの2つの大きなテーマがございます。で、次のそのプロセスのドメインなんですが、これはプロジェクトを計画する、それからプロジェクトを実行管理する、それからプロジェクトの終結移行を管理すると、これは3つのテーマなんですね。で、最後のビジネス環境なんですが、これはビジネスと組織を意識するという内容になっています。で、まず最初の人なんですけれど、これはハイパフォーマンスチームを作るということで、人だけ取り上げたというところが、前回と大きく違う、ドメインとして取り上げているというのは大きく違う特徴になっているかと思います。で、2つ目のプロセスなんですが、これは計画、実行、それから終結というようなところで、前回のですね、旧 ECO と比較的似た構成になっているのかなと思いますね。で、3つ目のそのビジネス環境が、今までと大きく違うところなんですが、プロジェクトによってチームの変革を支援するという、そういう視点が入ってくるわけですね。これ全く今までの旧 ECO にはなかった。どちらかというと、プロマネの皆さんからは、縁遠いようなテーマでもあったかなというふうに思うんですが、いずれにしてもこの3つがですね、ドメインとして新たに設定されたということを、まず認識する必要があると思います。確かにビジネス環境って第6版にも冒頭にちょっと書いてあるぐらいで、そんなに書いてないですもんね。そうですね。で、今回例えばそのチェンジマネジメントという概念が入ってきますが、そのプロジェクトマネージャーというのはどちらかというと、プロジェクトを計画してそれを成功裏に終わらせるというところにフォーカスしてたと思うんですが、今回のドメインでは逆に組織のチェンジマネジメントをプロジェクト側からまたはそのチームの方から支援するにはどうしたらいいかという視点が新しく入ってくるわけですね。ここが大きく違うのかなというふうに思います。で、じゃあその新試験でどういうふうに大きく変わったのかというのは、大きく、ざっくり言ってですね、2つ大きな方向があるのかなというふうに考えます。で、まず1つは縦方向って私が勝手に呼んでるんですが、1つはですね、ちょっと図を見ていただきたいんですが、縦方向へのスコープの拡大っていうのは、先ほどのドメイン3で代表されるビジネス環境、プロジェクト環境の領域なんですね。で、旧試験との大きな違いは、マネジメントの視点が隣接する組織の階層に拡大したということなんですよ。どういうことかと言いますと、組織の変革に向けて関係する個人やチームが対応するにはどうしたらいいかというのを、プロジェクトだけじゃなくてですね、例えばそのポートフォリオだとか組織戦略の方向へ、またはBAU と言われる定常業務ですとか、あるいは DevOps と言われる運用部門の方まで視点が広がっていくというところが大きく違うわけですね。まとめて言いますと、そのマネジメントの視点がプロジェクトだけじゃなくてですね、隣接する階層に拡大していったと。これがその一つ大きな違いかなというふうに思います。じゃあこの図で言うと、真ん中のプロジェクトっていうのはもともとあった領域で、そこの縦方向にいわゆる広がった、それは ECO の、いわゆるドメインの中のビジネス環境、これによって広がってるっていうことでいいんですか？そういう理解でいいかと思います。で、もう一つの変化なんですが、これは横方向と私が勝手に呼んでるんですけれど、旧試験は皆さんご存知の通り、その予測型が中心の試験要項だったんですが、今回は予測型の他にスクラム、それからkanban、リーン、それからスケールドアジャイル、あるいはディシプリンドアジャイルというように、方法論が非常に多くなってきています。つまり、プロジェクトライフサイクルの選択肢が非常に拡大してきたということが言えるのかなというふうに思っています。これが一つ大きな変化だと言えると思います。じゃあここの横の方向に大きくなるっていうのは、いわゆる、アジャイル型と、ハイブリッド型、ここが 50% になって増えたよっていうところに関係してくる。そうですね。そうだと思いますね。米国の PMI の方がおっしゃってたんですが、2021年に入ってもですね、ピンボックの第6版を試験の参考書として使用し続けるということは明言されていたんですよ。もう一つはですね、その予測型のコンテンツがですね、ピンボックの第7版になって大幅に拡充されるってのはこれちょっと考えにくいんで、であるならば、ピンボック第6版がですね、一つのその達成点というかですね、
ピンボック6自体の重要性っていうのは今後も変わらないんじゃないかなというふうに個人的には思っております。なるほど。皆さん安心してピンボック第6版をね、勉強してください。でただしですね、ITTO って言われてる、例えばそのインプットとアウトプットの名前ですとか、あるいはツールと技法と言われるものは、これはガラッと変わりますので、当然その、ピンボックの第7版が出たタイミングでですね、もう一度その見直すというのは言うまでもないと思います。ちなみにちょっと1個だけ聞いときたいんですけど、やっぱりその ITTO の領域が少なくなるってことは、試験も当然記憶問題ではなくて考えさせる問題が増えてるってことですよね。そうですね。従来もそうだったんですけれど、単純なそのキーワードを当てさせるとかですね、あるいはその、重要な概念を選択するっていうような、そういうシンプルな問題というよりは、どちらかというとシナリオ問題が多いんですね、PNP の問題というのは。ですからその傾向は今後も非常に強くなっていくのかなというふうに思っています。